どうも、なんとか重工ともです。いやー、もうね、すっかり春ですね。で、春といえば、はい、バイクです。というわけで今回からこちらのホンダジャイロ X をカスタムしていく企画をやっていきます。こちらのホンダジャイロ X をカスタムしていきたいわけなんですが、正直なところまだコンセプトが決まっていなくて、ざっくりとした方向性、こんな感じにしたらかっこいいんじゃないかなっていうのはあるんですけど、まだ全然何も決まってないです。でやっぱり僕ね、現代っ子、現代おじさんなんで、やっぱりまずデータ化したいんですよね。こちらレボポイントさんの最新の 3D スキャナー、レボポイントランチです。いやお前またかと、前もこれやっとったやんけと思われた方いらっしゃると思うんですけど、こちら違います。もう全然違います。前回やった時っていうのはレボポイントポップ2で、このねジャイロ X のスキャンに挑戦したんですけど、正直なところ、良好なスキャン結果は得られませんでした。というのもですね、やっぱり、形状が難しいってこともあるんですけど、物がでかすぎたんですね。でかいがゆえにスキャンしきれなくて、この目玉シールをたくさん貼ってですね、無理やりスキャンさせるっていう方法でやったんですが、今回こちら分かりますかね。見ての通りめっちゃでかくなってます。なので1回にスキャンできる範囲がねかなり広くなってるんで、もうねこんなシール貼らなくてもいいんですよ。このサイズだったら。もっとね大きくなるとシール貼った方がいいんですけど、これくらいのサイズだったらもう目玉シールいらないです。ではレボポイントレンジの特徴とスペックについて簡単にご紹介します。ちなみにこの背の低い方がですね、以前ご紹介したレボポイントポップ2で、こちらの背の高い方が今回ご紹介するレボポイントレンジとなっております。もうね見てお分かりいただける通り、横幅がだいたい2倍ぐらいになっておりまして、これによって広い範囲を一度にスキャンすることができると。で特徴としては、大型の対象物のスキャンに特化した 3D スキャナーとなっております。ただですね、スキャン精度が悪いのかって言ったらそうでもなくてですね、最大 0.1mm のシングルフレーム精度で、シングルフレーム正確度は最大 0.3 となっております。でスキャン範囲がですねめちゃくちゃ広くなっておりまして、ちょっとポップ2はね忘れちゃいましたけど、こちらのレンジの方はですね 360×650mm を1フレームでスキャンすることができると。でやっぱりですね、物が大きくなると当然重くなるじゃないですか。でポップ2とか、ミニの方でも、回転テーブルっていうオプションがあったと思うんですけど、今回のレンジにも回転テーブルのオプションございます。でそれがねめちゃくちゃ進化してまして、こちらちょっと画面に映りきってないと思うんですけど、めちゃめちゃでかいターンテーブルがオプションで、追加することができます。でこちらのターンテーブルなんと200キロまで耐えれるらしいです。なんで僕が乗っても全然いきますし、こちらの今回のジャイロなんかはだいたい車重が100キロ相当なんで、こちらも乗せれればですけど回転させることができると。でかいめちゃくちゃでかい。ちょっと待って、おーでかー、すげえ。マジでもう足のマークついてるから人間を乗せるように作られてる感じしますね。でかっ。よいしょ。こうねこう乗って100均のシールめっちゃしぶとい。はい、あれから2時間ほどかけまして、車体に貼った100均の目玉シールすべて剥がし終えました。で早速ねこちらのレボポイントレンジを使ってスキャンしていきたいんですけど、ここにねちょっと注目してもらいたいです。アライメントが2パターンあって特徴とマーカーとあるんですけど、特徴というのは形状が結構デコボコしてたりとか分かりやすい特徴がある形状をスキャンするときに使います。で対してマーカーというのは目玉シールを貼るような平坦が長く続くような特徴のない形状をスキャンするときに使います。以前のポップ2の時はスキャン範囲が狭かったのでこのものに対して平坦なところはね結構連続して続いちゃうとスキャンの位置がずれちゃうんですけど、今回スキャンの範囲がかなり広いんでこのサイズでもマーカーではなく特徴の方でスキャンできるということなんで早速やってみたいと思います。はい、ゆっくり動かしていきます。おー、すげえ。やっぱスキャン範囲がかなり広いんでめちゃくちゃやりやすいですね。おー、これは楽だわ。
この、ね、ピント合う範囲っていうのが決まってるんで、この赤いところがねピント合ってるところなんで、そこのね距離感をつかむのが難しいですけど、はいはいはい。めちゃくちゃ楽やん。早っ。これポップ積む時めっちゃ苦労しましたからねうわーすごい。めちゃくちゃいい感じです。これね、レンズの反射とかはスキャンすることができないんで、金属とか、白い物体しかスキャンすることができません。これはね変わってないですね。マジでマジか。すごいぞこれ。はい、点群データの結合が完了しました。もうほぼほぼできてるでしょ。これ裏側ね撮ってないんであれですけど、すごくないですかこれ。たった数分でこのクオリティ。いや、バイク丸ごとスキャンできるのすごくないですか。当初ねやる予定なかったんで突発的にちょっとやってみたんですけど、余裕でできましたよ。本当に10分かかってないぐらいでバイク1台ね丸ごと複雑な形状をねスキャンできたのはマジですごいと思います。でなんでやる気がなかったかというとですね、今回のカスタムでは外装を使いません。もう全部破棄して一からね、破棄はしないか一応置いときますけど、新しくね一から作り直すんで、今回のスキャンデータ正直使いません。なんで外した後のフレームとかをね改めてスキャンしていって、ちょっとねカスタムの構想をね練っていこうかなと思います。はい、というわけで外装をすべて取り外しました。で、スキャンしていきたいんですが、黒いものとかね、光反射するものは苦手としてますので、今回はですね、スプレーしていきます。で、こちら、以前使ってたラバーペイントというスプレーなんですけど、いいんですけど、剥がすのがね、やっぱりめんどくさいんで、今回は 3D スキャン専用のスプレーを使ってみようと思います。こちら、エリサブと呼ばれる 3D スキャナー専用のスプレーなんですけど、なんか粉をね吹きかけるみたいな感じなんですよね。でこれの特徴が、剥がしたりする必要がなくて勝手に消えます。はい、こんな感じでサクッとスキャンできました。ですね、スキャン対象を一般ではなくダークモードにした方が、バイクとは相性がいいと思います。スプレーがね、乗り切らなかったところも、うまく、ダークモードでカバーできました。で、パッと見ね、汚いと思うかもしれないですけど、欲しいところの寸法、全部取れてます。ここら辺のね、外装が取り付いてたところの、金具の部分なんですけど、そこもちゃんと取れてますし、リアのね、外装取り付けのナットが取り付いてたところですかね、そこも、ちゃんと取れてるんで、今後はね、これを元に、設計をね、進めていこうと思います。はい。で、無事にね、スキャンが終わりまして、これからコンセプトをね、ゆっくり練っていきたいところなんですけど、どんなコンセプトになろうが、やっておきたいカスタムが一つだけありまして、それをね、最後にやって、この動画を終わりたいと思います。で、そのカスタムというのが、このジャイロ X のミニカー化というものですね。ミニカー化についてはたくさん動画とかいろいろ出てるんで、そちらをね、見ていただきたいんですけど、簡単に言うと、このね、リアタイヤが2つついてるんですけど、このタイヤのトレッド幅っていう、このタイヤの中心からタイヤの中心っていう幅を500ミリ以上にしてあげると、原付からミニカーという区分に変わります。で、それをやるにあたってハブをね、作らないといけないんですよ。で、工業系 YouTuber ってね、言ってるぐらいから、卓上旋盤使って作ろうと思ってたんですよ。作る気満々だったんですけど、ネットで売ってました。で、売ってることは知ってるんですよ。知ってたんですけど、思った3倍ぐらい安くてですね、ちょっとこれはもう買わしてもらおうと思って、もう買いました。はい。で、それがね、こちらです。めちゃくちゃ安くて、これ、ちょっと、はい、こちらです。幅をね、70ミリ延長するためのハブなんですけど、これがね、3000円ぐらい、1個。やばくないですか？これ材料費でも結構いきますよ、これ。
はい、いかがだったでしょうか。今回ですね、ドレッド幅を広げるっていうプチカスタムだったわけなんですけど、さすがにですね、70mm ずつ広がると結構見た目のインパクトが変わりました。動画ではね、あんまり伝わらないかもしれないですけど、結構これだけでもかっこよくなりました。で、今後さらにかっこよくなるはずなんで、お楽しみにしていただけたらと思います。で、今回ね、ご紹介したレボポイントのレンジなんですけど、マジで僕の求めてたスキャナーが来たなっていう感じがしました。正直ね、以前ご紹介した POP2 とかミニっていうのは、小さいものとかにはすごい使いやすくていいんですけど、やっぱりね、これぐらい大きいものになるとスキャン範囲が狭いんで時間もめっちゃかかるし、取り回しとかもあって、ね、結構大変な思いをしてやったんですけど、やっぱりね、このレンジはワンフレームでかなり広い面積取ってくれるんで、もう作業時間も短いし、ざっと取っても精度はそれなりにいいしで、もういいところ尽くしでした。なんで用途に合わせて選ぶのがいいんじゃないかなと思います。で、今回ご紹介したこのレボポイントレンジは、現在クラウドファンディングキャンプファイヤーでやってるそうなんで、気になった方は概要欄のリンクから見てみてください。というわけで今回の動画が面白かった、参考になったという方がいらっしゃいましたら、ぜひグッドボタンとかチャンネル登録の方をよろしくお願いします。Twitter、Instagram、その他いろいろやってますんで、そちらも見てみてください。ご視聴ありがとうございました。